eBay で様々なベースの手作りキットを販売しています。とっても安価で、ベースの組み立てに必要なパーツが全部揃っている商品です。今回私が買ったのはオーストラリアから来たヘイジハジェ HSE4 という4弦ベースの手作りキットです。オーストラリアドルで289、US ドルで213、円でおよそ23,450円ぐらい。まあ2万円相当だとしておきます。果たしてこのベースのキット、とっても安価すぎるが、これが使えるか否かをこれから調べてみたいと思います。組み立ての楽しさだけが満足できるベースが生まれるのか、それとも実際の演奏でも使える良いクオリティまで至るベースの誕生となるのか。今すぐレビューに入りたいんですが、今はできません。まずは作らなきゃいけないです。ではこれからこのベースキットの組み立ての様子をご覧いただきましょう。パーツはこんな感じになります。はい、ネックを見てみましょう。メープルネックでシバンジャーやパープルハートとスペックには書いてます。あ、これはクォータソンメープルですね。いやー、私ラッキーですね。ご存知の方いらっしゃると思いますが、クォータソンメープルはハイエンドなギターによく採用されているネック材です。切り出す手法によって直線的な木目になることがありますが、マサ目の場合こんな木目になります。これがクォータソンです。よくなりますし安定してます。ペグを取り付けやすくするようにネジ穴がすでにあります。まずはペグから取り付けていきたいと思います。ご覧の通り簡単に取り付けられます。まずはペグをネジ穴に合わせてヘッドの上に乗せます。そしてネックをひっくり返してその上にワッシャーを乗せます。このワッシャーにも方向性がありますので気をつけてください。次にこのナットを乗せて素手で何回ぐらい回していきましょう。最後にはネジ穴にちゃんと合わせてネジを乗せてプラスドライバーで回して固定していきましょう。はい、1本目は完了です。同じ要領で残りのペグも固定していきましょう。さまざまなサイズのプラスドライバーを用意した方がいいと思います。ネジのサイズがパーツによって異なっているからです。サイズの合わないドライバーで無理やり回さないように気をつけてください。これはトラスロットカバーというものなんですが、最後の最後に取り付けていきたいと思います。次はペグを確実に固定するためスパナが必要なところなんですが、残念なことにこのペグに合うサイズのスパナを持っていません。仕方なくプライヤーで固定する隠し技をご披露させていただきたいと思います。プライヤーの先端に絶縁ビニールテープを何回ぐらい巻いていきましょう。そしてご覧の通り仕上げしましょう。こんな感じでナットを回し固定していきましょう。あんまり強く縛り付けないように気をつけましょう。同じ要領で残りのペグも全部固定していきましょう。これで完了です。これからボディチェックをします。ボディ材はバスウッドでコスパの良いギターやベースによく採用されている木材です。大体のところにはネジ穴がちゃんとありますね。ご覧の通りサイドジャックタイプです。ネックジョイントは個別ブッシングタイプで、コントローラーが入る場所にはワイヤリングに必要な穴とネジ穴がちゃんとあります。大体のところにはネジ穴がちゃんとあってやりやすく見えますが、一番肝心なところ、ピックアップの取り付けのためのネジ穴がありません。いきなりハードルが高くなりますね。穴を掘るためにはミニドリルがいるんですね。ギュルンギュルンギュルン。とにかくコントローラーの回路から取り付けていきたいと思います。ハンダ付け済みの仕様なのでハンダごてはいらないですね。ピックアップと回路のつながりもプラグイン方式になっているので結構便利ですね。これをポテンショメーターと言いますが、これがネックピックアップのボリュームで、ブリッジピックアップのボリューム、これがマスタートーン、最後にジャックです。ご覧の通り取り付けていきましょう。ポテンショメーター用のナットとワッシャーです。
見ての通りスパナがたくさんあるのに、ペグのサイズのスパナだけがありません。ポテンショメーターは 10mm のスパナで固定しましょう。しかしメーカーによりサイズが異なることがあります。まずは素手で適当にワッシャーとナットを入れて何回ぐらい回していきます。ポテンショメーターの裏面を指で支えたままもっと回していきましょう。最後にスパナで縛り付けていきましょう。あんまり縛りすぎないように気をつけてください。同じ要領で残りも縛り付けていきましょう。ジャックは 13mm スパナで取り付けます。まずはジャックプレートをジャックから外します。次はジャックをジャックの穴に通しやすくするため、端子の角度をプライヤーで狭めていきましょう。ジャックをジャックの穴から取り出しましょう。再度ジャックプレートをジャックに取り付けてボディにつけます。このジャックのナットにも微妙に方向性がありますので気をつけてください。最後にジャックプレートをボディに固定していきましょう。はい、完了です。次はブリッジを固定していきたいと思いますが、まずはこのアース線からです。これもプラグインタイプなのでハンダゴテはいりません。アース線の中身が 10mm ぐらい露出されるためにプライヤーでシールドを脱がしましょう。このアース線を穴に押し込んでブリッジ側に足していきましょう。そしてアース線を回路につなげましょう。ボディをひっくり返してアース線がちゃんと出てるかどうかを確認しましょう。これからブリッジの取り付けです。簡単に取り付けられますが、一つだけの注意点がありますね。ブリッジの取り付けの前にブリッジの裏面の塗装を一部剥かなければいけません。剥けた面が先のアース線の中身と触られてノイズキャンセルとなります。この作業を飛ばしてしまうと、音を出すときにアンプからものすごく大きいノイズが出ることになります。はい、完成です。次に待望のピックアップの取り付けです。この穴にピックアップのワイヤーを通過してコントロール側に足しましょう。これからピックアップ取り付けのためのネジ穴を掘っていきたいと思います。切りでご覧の通りインデックスをつけましょう。ネジ穴は8箇所あります。これからは一番難易度が高いミニドリルのお出ましです。およそ 2mm ぐらいの切りを用意しておきましょう。一番肝心なところなのでよーく見てください。はい、完成です。ピックアップのネジ穴の作業が済んだら本格的にピックアップを取り付けていきましょう。まずはピックアップのネジ、そしてバネですね。ゆっくりと固定していきましょう。ご覧の通りピックアップとコントロールの間のつながりもプラグインタイプです。ネックピックアップを取り付けましょう。ブリッジピックアップの取り付けも同じ要領でやっていきましょう。はい、ピックアップの取り付け終わりました。これからはコントロールノブの取り付けです。押して簡単に取り付けることができます。最後にエンドピンを取り付けるとボディは完了です。エンドピンにネジ、そしてゴムをつけて見ての通りボディに取り付けてください。まずは下からです。エンドピンの取り付けはネックを組み立てる前にした方がやりやすいです。軽く揺すってしっかり固定しているかを確認しましょう。ボディとネックの組み立てをするとき、あんまり力を入れすぎないようにしましょう。ゆっくりゆっくりと押しながらボディとネックの間に溝がないようにしっかり差し込みましょう。ブッシングを先に入れてネックのネジで固定すると完成です。これからは弦の取り付けです。このブリッジは弦を貫通せずにトップロードができる仕様です。結構便利なブリッジです。弦をペグに3回ぐらい巻いて3センチぐらいを残してプライヤーで切り取りましょう。切り取った部分をペグの真ん中の穴に果てまで押し込んで巻いていきましょう。
残りの弦も同じ要領でやっていきましょう。おや、これ2万円相当のペースでしたよね。いい音足しすぎるんじゃねえかよこれ。私の組み立てが完璧すぎる。やっとトラスロットカバーの取り付けです。そしてコントロールカバーの取り付けでこのペースの組み立てはおしまいになります。いや、アンカーで満足できるほどのクオリティでした。作るということが楽しめるのが一番の楽しさで、完成したベースを見て、いやこれは使えると思ってしまう達成感こそすごい楽しさだと思います。でも私はこれで全然満足できません。こいつを魔改造してみせます。つまりこのベースを元ネタにして規格外、まさにゲドと呼ばれるベースを作りたいと思います。私がこいつに色塗りをしてくれなかった理由もそこにあります。では次の魔改造編ご期待ください。